この前ね、シークレットでプレゼントセールをやったんですけど、よろしかったらご覧になってください。プレゼント損しましたね。こんにちは、ゴーストです。今日はちょっと真面目な話をしたいと思います。申し訳ないんですけど、付き合ってください。見たくない方は全然あれしても結構です。実は私は障害者です。重度の障害者です。今まで隠してましたが、なぜかというとですね、障害を持った私が障害者と見られずにどこまでやっていけるかということを目標にして始めた YouTube なんですよ。なんでちょっと話は面白くないかもしれないんですけど、少しだけ話を聞いてください。私は実は、20メートルは歩けないかな。20メートルは歩けません。毎回このロケーションでやってると思うんですけど、私が歩けないんで外に出られないんですよ。それでこういうふうにやってます。発症したのはですね、20年前なんで私の名前はゴースト20と20となってますが、ゴーストというのは幽霊です。20というのは20年。大体ね、20年間寝たきりでした。20年間寝たきりでベッドとトイレを往復する毎日。ある日ですね、YouTube の話が来て、で、やってみないかということで、そこでちょっと私のなんていうかな、モチベーションが出てきまして、この番組を始めるに至りました。ただ、障害者ということを悟られたくないので、苦しかったですけど、いろいろとね、バレちゃうんで、まず歩けないんで、立つとバレちゃうんです。でも、本来だったら、脳梗塞と心筋梗塞と、それから頸椎、それからあともう一つ、原発性アルドステロンっていう病気をやってるんですが、この4つをですね、大体1年おきぐらいにやってまして、車と同じですね。1個ガタが来るとみんなガタが来るという感じです。そしてそこから猛烈なリハビリが始まりました。僕も若かったんで、若かったっていうかまだ若いですよね。40ぐらいですかね。40前ぐらいはまだ若いんで必死に頑張りました。必死に頑張ったけどやっぱり勝てなかったんですよ、病気には。それで20年間寝たきりになりました。最初ね、脳梗塞の時は指はもうずっとこういう感じですね。口もちゃんとマスク外しましょうか。口も垂れ下がってました。こっちかな、こっちに垂れ下がってました。それ何言ってるかわからない状態なんですよ。みたいな、こんな感じの寝たきりの老人の本当にそういう感じでした。で、全く歩けないと。でまず私は一番最初のリハビリに何をやったかっていうと、脳梗塞になった時はもう速攻ですね、ほっぺた叩きとあいうえおかきくけこさしすせそ、この反復練習です。反復練習をずっと続けました。そして左手は大丈夫だったんですけど、右手がかなりいってまして、右手今でもわからないですよね。わからないように視聴者の方は多分分かる方はいらっしゃらなかったと思うんですけど、右手ももうこういう風になってて麻痺してました。特にね、小指と、親指だけ大丈夫で、あとは薬指までっていう感じですね。親指と人差し指だけが動いて、あとはもう全然動かないって感じです。で、内側にひねられるような状態かなという感じで過ごしてましたが、右手はマウス、コンピューターのね、コンピューターの仕事をしてましたんで、マウスは毎日使わなければいけないと。で、マウスで使えないんだけども使ってた。使わないんだけど使ってたことで、右手がかなり動くようになったんです。病院の練習で箸で豆をつかむっていう練習があったんですが、これはね、もう全然つまらなくて、やる気もしないで、全然面白く、病院のリハビリっていうのは面白くないんですよ。僕は病院のリハビリは一切やりませんでした。自分で考えて、自分で調べて、自分でやったリハビリです。僕の場合はマウスを使ってたので、右手がいつの間にか動くようになりました。1年にね、1センチずつ動くようになったって感じですかね。一番最初にやったのが頸椎です。首のところのね、手術をしまして、その時は左側が全身
麻痺してたんで、麻痺というか、動かなかったんですが、それはですね、半年ほどで結構順調に歩けるようになりまして、ただ痛みが残ったんですよね。痛みが残って、痛みはなんとかね、薬、痛みの今はもうたまに飲んでるんですけども、痛みとの戦いです。痛みがあると立つ気しない、動く気しないんですよ。痛みがなければ別に動かそうっていう気持ちさえあればできるんですけど、動かすと痛いっていう風になるとどうしてもね、もう嫌だっていう感じになっちゃうんですよね。でもなんだろうな、きっかけは分かんないんですけど、本当にいろいろやりました。この番組では一切話してません。この番組では一切話してませんけども、時折リハビリの仕方やなんかを伝授したいと思います。ぜひね、私本当はね、寝たきりなんですよ。重度の障害者です。本当にね、外にも出れないし、トイレにも行けない、そんな感じの障害者なんですが、そういうふうに見えないですよね。そういうふうに見えないためにどういう努力をしたかというのを皆さんにお教えします。ぜひね、皆さん重度の障害者の方でも諦めないでやってください。僕は20年間でやっとここまで来ました。あとはね、最後残るは足だけなんですよ。で、足を今重点的にやってます。このタイミングで YouTube の撮影をしたんで、ぜひね、足も絶対に元に戻ると信じてます。今ね、ほんとひどい状態で、杖を両側につかないとちょっと歩けないかなっていう感じですね。立つのも辛いです。ひっくり返ったら起き上がれないです。そんな感じの障害です。ごめんなさいね、つまんない話しちゃって。今日はちょっとつまんない話しましたけど、ぜひね、障害者の方、めげずにやればできるということで頑張ってください。私が元気なのを見て、皆さんも元気になれるように心からお祈りしております。それでは今日はこの辺で失礼いたします。すみませんでした。検証ね、ごめんなさい。検証ね、多分ね、当たった人いないです。ゼロです。なんで、またやります。持ち越しになったんで、この前も動画で話したように、あと10時間ぐらいで無効になりますので、そしたら次の、次のね、バイバイ。ダメだよ、撮影してる人が笑っちゃ。君が笑うと次に進まないでしょ。ほら、笑ったらダメだよ。笑う角には福来たる。ということで、バイ。いい締めでしたね。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト、じゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、カミングアウトだよ。君が笑うと次に進まないでしょ。